今日は皆さんにマレーシアから日本へ入国するための手順を紹介するで。What's going on, 日本？リクエで12月の方はですね、私はマレーシアに一時帰国しましたが、すでにですね、もう日本に戻ってきました。このご時世の時はですね、日本に入国するために今までと違った手順がいろいろありますので、今日は皆さんにですね、マレーシアから日本へ入国するための手順を共有したいと思います。では早速見ていきましょう。Let's go! まずは出発前の準備を見ていきましょう。出発する前にはですね、72時間前の PCR 検査結果が陰性にならないといけないのを、まずその証明書を用意しないといけないんです。その証明書自体なんですけど、日本の外務省の指定したフォーマットで発行されないといけないので、マレーシアはですね、だいたい PCR 検査を行った後に PDF でマレーシアの自分のフォーマットで送られたことが多いので、その PCR 検査結果をもとにですね、自分が受けた PCR 検査のところに日本の外務省のフォーマットにも、発行してくださいと依頼すれば、書いてくれます。私がやった PCR 検査のところなんですけど、コアラルンプールのところで、ドライブスルーのところだったんで、190リンゲットぐらいだったんですね。日本のフォーマットにも発行してくれるっていうことだったので、そこにやってみました。リンクの方も共有しますので、よかったら利用してください。続いてはですね、マレーシアの空港に行った後の手続きになります。まずはチェックインの時なんですけど、チェックインの時は外務省が発行したその PCR 検査結果が要求されますので、それを見せてください。その後にワクチンパスポートも要求されましたので、私は日本で発行されたワクチンパスポートを見せていました。その後ですね、ボーディングパスなどが発行されますので、搭乗口に進めてください。出国手続きが終わった後にですね、搭乗口の方に向かいますけど、搭乗口を越えた後ですね、そこでですね、契約書と、あとインストールしないといけないアプリと、電子のアンケートを答える方法が支給されます。そこでですね、契約書を記入してください。電子のアンケートなんですけど、発行された QR コードを読み込んでですね、アンケートを答えたら、外務省からまた QR コードが発行されて、その QR コードをぜひ縮小してください。これはまた日本の空港で使います。続いてはアプリのインストールになりますけど、MySOS と、COCOA というアプリをインストールしてくださいと指示されます。この MySOS というアプリはですね、基本情報も事前に記入してください。出発前に行うと日本に到着した後に結構楽になりますので、ぜひ出発前にですね、搭乗口で飛行機乗る時間を待っている間にやってください。続いてはですね、日本に到着した後の手続きになります。日本に到着した後はですね、空港でまずですね、出発前に記入した書類が確認されます。その書類を確認された後に次の工程に案内されます。書類の確認終わった後に次 PCR 検査を行います。PCR 検査なんですけど、日本ではですね、唾液検査を行いますので、必ずですね、PCR 検査の30分前にですね、飲食しないことを注意してください。唾液の PCR 検査が終わった後にその検査の結果を待つんですけど、検査の結果を待っている間にまたいろいろ工程がありますね。まずはですね、自分がインストールしたアプリの、説明を受けるっていう工程になります。そのアプリが、正しくインストールされているか、情報がちゃんと入れているかなど、アプリの使い方などが説明されます。次の工程に行くんですけど、次の工程はですね、出発前で実施したアンケートの QR コードを見せてくださいというところに行くんですけど、それをスキャンしてもらって、そしてどうやって空港から、隔離の場所っていうですね、家まで移動するかも確認されます。基本的にはですね、公共交通機関を使っちゃダメなので、レンタカーとかハイヤーとかですね、いることができますので、それも事前に予約しておけば、帰るときはスムーズになります。
PCR の検査結果が分かったら自分の番号が呼ばれますけど、自分の番号を呼ばれた後にその PCR 検査結果を受け取って入国のところに行きます。入国のところなんですけど、もう一回ですね、マレーシアで行った PCR 検査の結果が要求されますので、それも見せてください。それをクリアしたらようやくですね、カバンを受け取って最後に帰ることができます。私はですね、飛行機がタッチダウンしてからですね、着陸してから自分のカバンを受け取ってもですね、だいたい2時間ぐらいかかりました。かなりスムーズかなっていう感じはしました。今回の場合ですね、12月末ぐらいの時点ではマレーシアから入国した人は特に指定された施設で隔離する必要はありませんでした。そのままですね、14日間家で隔離することができます。隔離中に毎日ですね、MySOS 経由で、自分の、健康管理と隔離しているかどうかを管理されています。ランダムでですね、1日3回ぐらいですね、テレビ電話がかかってきます。あと居場所確認というボタンを押さないといけないっていうのも隔離の中でやらないといけないことになります。もちろんですね、自分の健康状態も毎日報告する必要があります。PCR 検査なんですけど、マレーシアと違ってマレーシアは必須で、隔離の介護の時にやらないといけないんですけど、日本の場合は、隔離の期間を短くした人だけは、PCR 検査を受けることができます。14日間隔離している人はですね、PCR 検査を受けた場合は10日間の隔離期間になります。これもですね、決まったワクチンを接種した人のみが適用されているかと思います。例えばファイザーとかモデルナを接種した方だったら、こういう PCR 検査を受けて隔離期間を短くする、特権があるかと思います。ちなみになんですけど、マレーシアに帰国した時と、マレーシアから日本に戻った時は、シンガポールエアラインズを利用しました。シンガポールエアラインズを使うとですね、シンガポールで一時トランジットをするんですけど、出国はしていなかったので、特にですね、シンガポールで手続きが必要はありませんでした。あとはですね、隔離期間のカウントの仕方なんですけど、到着した日は0日とカウントして、翌日から1日目とカウントされます。ですので、例えば自分が出勤する期間とかも、数える場合はですね、ぜひ、これを参考になれたらいいかなと思います。いやー、どうでしたか皆さん。やっぱりですね、こういう時はですね、入国と出国するのはかなりいろんなめんどくさい手順を踏まないといけないんですけど、拡散ならないように仕方がないと私は思います。いるだけですね、こういう時はあんまり自由に動いたりはしない方が私は個人的に思いますけど、でも仕方がない時もありますので、こういった動画が参考になれたらいいかなと思います。ということで今日の紹介はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、ディキャッタでバイ。